皆さんこんにちは。谷口のぶてるです。今日はですね、ちょっとマスクしてますけど、まあこういう事情なんでね、お許しください。GTR 買いました。中古ですけども、35GTR を買いまして、これからですね、改造していきます。まずね、これどうするか、どうしていくかというのがですね、ちょっと待って。あ、ラジオ消します。そうだね、でかいよね。OK Google。OK Google。電源切って。すげえ。入れました。こちらの GTR ですね、これからどうしていくかというところなんですけども、リバティウォーク仕様にしようとしてます。日本の誇るスーパーカー、これをですね、リバティウォークのエアロをつけることでよりかっこいいスーパーカーになると思いますので、それを僕もやっていくんですが、リバティウォークのこのかっこいいエアロのフェンダー切ってね、オーバーフェンダーにしてね、太いタイヤ履かしてやるわけなんですけど、まあ、この車にですね、エアサスを入れて、車高もこう落としていこうと思ってます。このリバティウォークのフェンダーをですね、ここにね、こういうふうに、こんな感じでフェンダーがつきます。おー、すごい。だいぶ迫力が出ます。ね。これをね、つけます。このね、エアレックスさんのエアサス、ウーハーみたいにこの箱にね、すべてもうセットされております。もう非常にもうトランクに置いてるだけでかっこいい仕様になってますね。そして、これがエアサスです。このエアバッグが、こう潰れたり、広がったりとかしてね、こちらのボンベが空気を溜めて、ここからエアが送られて、これが膨らんだり縮んだりすると。そしてこのリモコンで、調整できると。手順としては、今からエアサスつける、エアロをちょっとつける、そして明変しながら、構造変更、記載変更、幅のね、記載変更として、そして僕の名義になってくると。入るね。おー、いい感じですね。今日はここまでで、また、進めばまた、お送りします。さあ、本日も N ステージにやってまいりました。それはですね、エアサスが、装着完了したということでチェックしに来ました。早速ですね、車高を動かしてみましょうか。じゃあ、下げてみてください。まずフロントが下がって、リアが下がって、フロントが下がって、リアが下がる。ぺったんこ。これはさすがにわかるでしょ、下がったことが。じゃあ上げてみて。フロントが上がり、リアが上がり、フロントが上がり、リアが上がり、
便利。おお。これ予備のものを入れとけって書いてあったので、あ、そう。はい、何かあった時のための。うん。これって固定してあるの？置いてるだけ？置いてるだけですね。固定しなくていいの？またちょっとなんかこうステーつけて、うん。脇にあるスイッチを、うん。ここにスイッチが。これを、このトグルスイッチを入れると。そうすると、あとは中のリモコンに電気が入るので、うん。このリモコンですね。それって、Wi-Fi のやつもあるんですけど、今充電中です。あ、そう？はい。フロント、うん。左右、うん。こういう風に、後ろの左右、うん。で真ん中が両方いっぺんに、あー、なるほど。個別に上げられるので、なるほど。普通真ん中しか触らないね。真ん中しかで、これロックのボタンになっちゃうと、うん。ここを押して、あ、ロック解除ね。で、ロック解除なんで、ロック解除、それを押して 1？ これを押して1っす。押さないと、ここに鍵マークがつくんで5分、ちょっとしたら、2とか3とか何？まあ、コンプレッサーの回る、うん。圧力を変更できるみたいで、なるほど、なるほど。このぐらいがいっぱいですかね。102とか3。上目押すと上です。うんうん。下目を押すと下がると。下がる。大体多分ちょうどいい辺とかでメモリーできるんでしょ？あ、そうです。それもなんか、エアロをつけてもらってから。そうだね。はい。あとなんか携帯でもなんか、できるみたいです。で、僕はここで番号がわからないので、できませんでした。なるほど。ダンパーが、減水力調整付きです。ギアはこちらに調整つまみが用意されてます。よし、いいじゃん。では次はいよいよね、ここに穴をブチッと打つわけですね。そうです。いよいよ後戻りができないチューニングが施されます。ここをざっくり切るわけだよね。このようにね、フェンダーを、つけて、ここにねビスを打ってネジ止めして、ここにあるノーマルフェンダーが切らないと当たっちゃうわけですよ。タイヤがストロークした時にこのフェンダーがこのタイヤにゴンゴン当たってしまうので、切るとこの辺まで切りますね。そうね、ちょっと開けて、この辺ぐらいまでズバババババーっと切っていくと、なかなか覚悟がいるやつですよ。というわけでね、次はこのオーバーフェンダーが来ます。楽しみ。今日はここまで。